皆さんこんにちは、激吉です。サイバーパンクモッド紹介、今回は最新のモッドを紹介していきます。2024年に入って多くのモッドがリリースされましたが、その中でも特に注目しておきたいものを厳選しました。中にはですね、本当にすごい、ついにこんなモッド出てきたかと思わせるようなものもありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。それでは最初のモッドですね。イマーシブウェポンモッドコレクション。銃の射撃時にカメラの揺れ、カメラシェイクを加えて銃撃戦を迫力のあるものにします。サイバーパンクのモッドではカメラの位置を調整したり、カメラの動きをスムーズにしたりといったものはありましたが、あえてカメラの揺れを追加するモッドは多分今まで存在しなかったと思うので、新鮮というか目新しさを感じました。カメラの揺れはサイバーエンジンツイークで調整できますが、エクイッピングの項目、ここはオフにしておいた方がいいかもしれません。 ADS 時に微妙にカメラが振動してしまいます。モッドページの動画を見る限りはまだこのモッドウィップ版っぽいので、この先調整を重ねていいものにしていただけるとありがたいですね。ではどんどんいきましょう。次はオーバーコンペンセーター。かっこいいアタッチメントというかですね、かなり存在感のあるロングサイレンサーをゲームに追加します。このサイレンサー見た目だけでなく面白い特徴があります。実際装備して射撃してみると分かりますが、リコイルパターンが通常とは異なり、上方向へ跳ね上がるのではなく右から下へと下がっていきます。珍しいリコイルパターンで面白いですね。それだけでなく4種類あるこのサイレンサーはそれぞれ特殊なパークがついていて、ピンク色のバービーエディションは切断の確率が上がり、黒いマットブラックエディションはヘッドショットダメージアップですね。迷彩のカモエディションはステルスダメージアップ。茶色のミダスはリコイルが少しおとなしくなり、アーマー貫通効果がつきます。非常にクオリティが高くて面白いモッドですね。で、お次はレーザーサイトですね。サイバー初のレーザーサイトをユニティマジェスティに取り付けるというか、デフォルトで装着されるようになります。今までレーザーサイトが存在していなかったのが信じられないですが、ついにモッドで実装されました。ただ実用性はちょっと薄いような感じがします。腰ダメージのエイムをアシストするほどの効果はないようです。ただすごく将来性を感じるモッドだと思いました。作ってくれてありがとうと感謝したいです。今度は武器モッドですね。ミョルニル。こちらはサイバー史上初の投擲武器モッドということで非常に興味深かったです。そして実際使ってみて、この武器の扱いやすさと多くのユニークなアビリティに面白さを感じました。この武器1本に魅力的な多くの追加要素が含まれているので、できるだけ詳細な部分を見ていきます。まずこの武器モッドを導入することで2つの新しい状態異常がゲームに追加されます。通常攻撃で敵は導電化し、導電化した敵を強攻撃すると大ダメージを与えるとともに、プレイヤーの体力とスタミナを回復します。そして武器自体が持つアビリティ、これはオリジナルのものが5つも用意されています。1つずつ説明すると、ノースブーメランはハンマーを投げた後回避することですぐにハンマーを回収できます。ストームブレイカーはスタミナが十分に残っている状態で敵を攻撃すると落雷ダメージが入ります。投擲でヘッドショットを決めるとサンダークラップパラリシス。電気ダメージが近くの敵にも拡散し、低いダメージを与えて気絶させます。オーディンストラックは体当たりで敵をダウンさせて気絶させます。使用するにはレッキングボールのパークが必要です。最後ストームブレイカーは激震で発動します。周辺の敵がバラバラになってしまうほどの激しいインパクト。生き残った敵にも長期間導電化します。
これらの新しいアビリティとキャラクターに適切なパークを割り振った上でうまく立ち回れば、大きなダメージを叩き出しながらずっと自分のターンが続きます。今度はビジュアルを変更するものを少し見てみます。まずはコンピューターウォールペーパーズ。PC の壁紙を変更するモッドで全部で14種類用意されています。好きなものを選んでください。普段アトリエやカーディーラーをよく使う方には特におすすめのモッドです。次はロボコップス。ほとんどの警官をロボットに変えてしまいます。あまり特徴のない、いつもの警官に見飽きた方はこれで気分を変えてみてください。もし人間の警官ではなくアンドロイドのみをロボットに変えたい場合はロボコップ2を導入してください。こちらはですね、ジョニーをリプレイスします。秀夫小島 is ジョニーシルバーハント。ジョニーシルバーハントをなんと小島監督にリプレイスします。小島監督はこういうハードボイルドな衣装がなかなかいけますね。これでいつでもあなたのそばに小島監督がいてくれます。本当にいいのか。あんたが納得するなら俺なら選ばないが、まあいいさ。やるか。ここは本当に綺麗ね。ではここからはビークルモッドを見ていきますが、その前にまず一つこのモッドをお試しください。ドライビングファーストパーソンカメラツイーク。一人称視点での加速減速コーナリングのカメラワークをダイナミックなものに変更します。カメラの強弱は4種類ありますが、標準バージョンでも明らかにドライビングの感覚が変わったことに気づくと思います。三人称視点より一人称視点で運転するのが好きな方はぜひお試しください。それではまず1つ目のビークルモッド、フォードマスタングレジェンダリーカスタム。2015年式のフォードマスタング GT のカスタムカーですね。原型がわからないくらいかなり攻めたカスタムカーですね。僕は最初見た時何の車か分かりませんでしたが、とにかくエッジが効いた直線的なデザインでマジでかっこいいと思いました。そしてこのマスタング導入時にもいろいろなカスタムが可能で、ボディカラーはもちろんテールランプのカラーとホイールのデザインも選べます。これがもうとにかくしびれます。フォードの次はフェラーリですね。2022フェラーリデイトナ SP3 ネクストジェン。この車は見た目のデザインもボディの質感も素晴らしいんですけども、本当にすごいのは走りだと思います。サスの動きを見ればすぐに気づくと思いますが、挙動がものすごくリアルで、走らせた瞬間まさに次世代のビークルモッドを感じることができました。お次はメルセデス1アーマーゲー。足回りやパワートレイン各所に F1 の技術を盛り込んだ紛れもないスーパーカーですね。馬力は1000馬力オーバー、価格も4億超えます。元の方も走りもデザインも素晴らしいです。コックピットの再現度もバッチリですね。こちらの作者はアレックス・バグさんですね。僕は以前からアレックス・バグさんのビークルモッドが好きで、4輪2輪ともにいろいろ使わせていただいてます。
続いてフェラーリプロサングエ。フェラーリ史上初の SUV ですね。4ドア4シータープロサングエが元になってサイバーパンクの世界で乗り回せます。最初見た時なんか日本車っぽいデザインだなと思いました。マツダが作りそうな SUV ですね。乗り味は癖がなく扱いやすいです。トルクがある感じでスムーズに加速してしっかり止まります。ナイトシティの足として使い勝手がいいビークルモッドですね。ただ一見するとスタンダードな SUV に見えますが、スペックはバチバチのフェラーリでした。エンジンは NA の V12 で700馬力オーバー、最高速度は300キロを超えます。ゲーム内でもちゃんと300キロ以上出ます。次はですね、日産スカイライン GTR R34 イタ車。R34 スカイラインモッドのカラーリングをイタ車に変更します。そしてカラーだけでなくタイヤに大きくキャンバー角をつけ、モニキャン仕様にスタイリングも変更されます。用意されたデザインは全部で16種類。ぜひとも全部コンプリートしてください。そして90スープラにもイタ車のモッドが存在します。こちらもめちゃくちゃかっこいいですね。デザインは3種類用意されてます。素晴らしいデザインですね。現実では乗る勇気がないのでナイトシティで楽しみます。そして次はうまそうなホットドッグ、いえバイクです。ちゃんと乗れます。トーマスの精神を受け継いだようなネタモッドですが、しっかりバイクとして機能します。ベースになっているバイクは何か分かりませんが、なかなかの乗り味ですね。こういうのは個人的に大好物ですね。ミームとしては他にもこんなバイクもあります。あまりに荒れすぎてちょっとお見せできません。ぜひ導入して実際にライディングコンフォートを確認してみてください。ビークルモッドラストはこちら、ドライブワンエアリアルビークル。このモッドは感動します。なんと航空用の AV に乗って空を飛ぶことができます。現在使用できるのはエクスカリバーとミリテクマンティコアとゼータテックアトラス、この3つを他のビークルと同じように召喚して乗り込み、自分で操作して飛行することができます。正直最初このモッド見つけた時は半信半疑な気持ちで見てみるかという感じではありましたが、実際にエクスカリバーが空から降りてきて目の前に現れた時は度肝抜かれました。そしてそのエクスカリバーに乗り込んでふわっと浮き上がった時の感動はですね、まさにレッド・ゼア・ビー・フライトの初めて触った時のあの感覚を彷彿とさせました。多分多くの方がレッド・ゼア・ビー・フライトの復活もしくは同じようなモッドが出てくるのを心待ちにしていたと思いますが、ついにサイバーパンクにまた新しいフライトモッドが誕生しました。ただ現状ではアップデを重ねて改善すべき点が多くあるようですが、あまり無理をせずですね、マイペースで更新していただければ幸いだと思います。本当に素晴らしいモッドですね。ではここからはキャラクタースキンをいくつか見ていきます。まずはモモスキン。このスキンは VTK-HD AVA 4K ボディテクスチャをベースにした膝などいくつかのテクスチャが部分的に淡いピンク色に変更されています。ただこれ服を脱いでみないと確認できない箇所がありますので動画ではお見せできません。ぜひ実際導入してみて個人でご確認ください。お次は UV リアリスティックドールボディサイバーウェア。こちら一風変わった珍しいスキンですね。体つきが人形のような雰囲気に変わります。
これ実際導入して使ってみるとかなり質感が良かったですね。普段使いたいくらいクオリティの高いテクスチャだと思ったんですけども、残念ながら VTK に対応していないので EBB が使えません。非常に残念です。最後は荒坂サイバーボディ 4VTK。 こちらのスキンはもともとバニラボディ用に作られていたもので、今回 VTK に対応したことで EBB でも使えるようになりました。個人的にずっと使ってみたかったスキンでしたので、とてもありがたかったです。今回最後のモッド、カービィ・リタ・ウィーラー。 NPC のリグ強化、多くの NPC のスケルトンを調整してボリュームアップさせます。この作者の方はリタ・ウィーラーだけでなく、花子をはじめパナマやジディ、ローグなどなどほとんどの主要な NPC のリグ調整ファイルをアップされてます。普通に使うだけであれば要件は特に必要ありませんが、自分でリグのサイズを調整したい場合はスポーン0、ボディモッド 2.0 をお使いください。ということで動画の方はこの辺にしたいと思います。2024年に入ってもリリースラッシュが続くサイパンモッドですが、今回最も注目したいのはやはりドライブ&エアリアルビークルではないでしょうか。ついにビークルで空を飛べる時が再びやってきたという感じで、とても興奮しました。そしてさらに驚いたのは、このモッドの作者の方は今回初めてモッドを作られるそうです。信じられないですね。じっくり時間をかけて完成させていただきたいです。それでは今回のサイパンモッド紹介はこれで終わります。次回どんなモッドを紹介できるのか楽しみです。それではご視聴ありがとうございました。